皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちら Xiaomi スマートバンド7が到着しましたので、開封レビューの方を早速行ってみたいと思います。今回は開封とそして簡単なファーストインプレッションとなります。待望のね新作となります。一体どんな風に変わっているのかご紹介したいと思います。それでは本日も行ってみましょう。ということで今回こちらの商品は香港ゴールドウェイというねアリエクスプレス上のストアのショップの方から提供していただきました。その上でご紹介していきたいと思います。ではまずパッケージの方を見ていきたいと思います。驚いたんですけども中国版の方を送っていただいたはずなんですが、パッケージを見ますと中国語の記載が一切ありませんでした。出ているのがですね英語とそして多分ロシア語だと思うんですが、中国語のよくあるね記載がありませんでした。これはねちょっと驚きでした。では早速ね開けていきたいと思います。シールをカットしていきます。楽しみです。はい、まずね本体が入っています。大きいですね。パッと見この横幅ですね、結構あるなという感じがしますね。一回り大きくなりましたという感じがします。こちらはですね充電ケーブルですね。マグネットチャージの充電ケーブルになります。おなじみですね。ここの金属の部分にカチッとくっつくとこんな感じになります。パッと見日本語の表記は入っていません。まずですね外観の方を見ていきたいと思いますけど、第一印象横幅がね広くなったなという感じがします。どうでしょうか。こう重厚感があるサイズ感を感じますね。そして色なんですが、このブラックバンドになりますので、定番の色にはなりますけども、いつもながらにねよくこのできたバンド形状いいですね。そして背面を見ていきたいと思いますが、こうなっています。Xiaomi って書いてありますね。そしてこちらがセンサー類になります。この部分が金属のマグネットチャージの充電口になりますね。ちょっとねバンドから外してみたいと思います。はい、こういうね向くような感じになりますけども、重さの方を見ていきたいと思います。では本体そのものの重さですね、 13.8g になっています。そしてバンドを乗せますとはい、25.6g になりました。かなり軽量ですね。ちなみになんですが、ファーウェイバンド7の重さはバンド込みで 28.3g、 スマートバンド7は 25.6g ということで、若干ですけどこちらの方が軽くなっています。そしてここではねあえてストラップと言って、バンドというとねちょっと混同しますので、あえてストラップという表現を使いますけど、ちょっとねこう滑り止めのある素材になっています。ちょっとつけてみたいと思います。結構グリップ感ありますね。装着感はこんな感じになります。隙間が若干ですけどもこのようにできます。やっぱり純正品はピタッとした感じがしますので、やっぱりいいですね。では次に電源の方をね投入していきたいと思います。電源投入の方をどうするかということなんですけど、分かりやすいようにモバイルバッテリーを使ってやってみたいと思います。今この状態はまだ通電していませんので電源が入りませんけど、電源投入方法はですねここにボタンが一切ありませんので、通電をして初めて電源が投入されます。ここにボタンがありますので押してみますね。今ブルーっと振りました。開きましたね。これで OK です。これでやっと電源投入がされました。バッテリー残量が最初ですね 73% 残っていましたので良かったですね。ではね Mi フィットネスとペアリングの方をしてみたいと思います。今ね初期設定の方が終わりました。ペアリングしますとおそらくですが多くの方はファームウェアのアップデートが多分すぐ来ると思います。でそのファームウェアアップデートがですね賞味10分ぐらいかな、10分か15分ぐらい今かかってしまいました。その上でスマートフォンとペアリングをして今一通り使えるように設定をしたところになります。どうでしょうか。まずディスプレイですね、やっぱ相変わらず綺麗ですね。画面サイズが 1.62 インチになりまして、そして解像度が 326ppi になっていますのでめちゃくちゃ綺麗ですね。こう近づいても粗さがわからないぐらい綺麗になっています。すごいですね。そしてこの横から見た感じの部分とか表面に近い位置にこのAMOLEDディスプレイがついてるなという感じがします。この視認性もいいですね。下から見たところもこの横から見たところ、上から見たところでもはっきりと見ることができます。それでこのワイドになったこの感じいいですね。そしてですね比べてみたいなと思いますが、
左側がファーウェイバンド7で、こちらがミーバンド7になります。新しい新製品対決という感じなんですが、縦の部分はやっぱりミーバンド7の方がちょっとあるなという感じはします。で、横幅もですね、実はそんなに違いないのかなという気もしますけど、画面いっぱいいっぱいに表示されている、データ量というか情報量からするとそんなに違いがないような感じもします。個人的にはこの縦長のこのディスプレイですね、横の幅が広がったっていうところは結構大きいなと思います。すごく見やすくなりましたね。そして操作感もすごくしやすくなっています。すごく滑らかで、この表面のガラスが非常に滑らかで、指の触り心地がすごくいいですね。ではね、その他の部分も見ていきたいと思います。まず文字盤になりますけども、この標準で入っているこの文字盤、もしチェンジしたい場合なんですが、長押ししてね、このように変更することができます。この文字盤が Xiaomi のスマートフォンでよく見られていましたけど、スーパー壁紙の火星のタイプになります。はい、こんな感じになりますね。これが新しいね、スーパー壁紙の火星の動的な文字盤になります。気になるね、他の部分になりますが、システム言語に関して何語が対応しているかっていうことなんですが、中国からね送っていただいたものになりますけども、残念ながら今日本語には対応していませんでした。この部分ですね、プレファランスのとこを見ますと、ランゲージですね、これを開きますと一番上からイングリッシュと続きまして、こんなにいろんな言語が入っているんですが、日本語は入っていませんでした。これはちょっと残念ですね。また今後ファームウェアのアップデートによって日本語が追加されるんじゃないかという話もありますので、そこをね期待してみたいと思います。ただ英語はねとりあえず使うことができますので、こうしたガジェット類に強い方はなんとかなるんじゃないかなという気はしますけども、わからないところも当然ありますけれどもね、いろいろ触ってこんな感じなのかなという感じでちょっと使っていきたいと思います。そしてもう一つね気になる部分になりますが、技適がついてるかということになります。このシステムのとこですね、開いていただいて、この2番目の部分を開きます。そうしますとありました、技適マークがついていました。これは嬉しいですね。良かったなと思います。技適が取れているってことは日本語のアップデートが期待されるってことになると思いますね。早くね日本語来てほしいですね。ではね、次の確認の部分になりますが、明るさ調整機能がついているかってことなんですが、このディスプレイの部分を開きたいと思います。ここですね、一番上の部分になりますね。これ明るさ調整の部分になります。これ一番マックスの状態、これ一番暗くなった状態ですけども、つまりねついてなかったわけですね。自動の調整はついていませんでした。手動でこのように調整するしかありませんでした。そして続けてね見ていきたいと思いますが、ここに Always On とあります。これ Always On ディスプレイの項目になりますので見ていきたいと思います。設定方法がこのように4つあります。今オフになっていましたので一番下になっていますね。そしてこの上が Always とありますので、24時間常時ディスプレイに対応しますよと。そして嬉しいのがここですね、スケジュールあります。これデフォルトですけども、8時から夜の10時までこの常時ディスプレイをオンにしますよという設定ができますので、ここはやっぱり嬉しいですね。自分で調整できるというのはいいと思います。寝ている間はね常時ディスプレイいりませんので、この機能は嬉しいところになります。そしてスマートっていうのはちょっと知らなかったんですけど、こういうのもついていたわけですね。これをオンにするときっと賢く AOD を動かしてくれるっていうことになると思いますので、また今後ねちょっと検証していきたいと思います。とりあえずですね、今オンにしてみてどんな感じになるのかご覧いただければと思います。はい、こちらがですね AOD になります。これデフォルトでもうこのような表示になっていて、切り替える部分がちょっとまだわからないんですが、こういった感じで AOD を使うことができるようです。最初の印象としてはやや暗めかなという感じはします。ただ屋内であればこの明るさで十分ですので、無駄に電力をね消費しなくていいのかなと思います。そして画面をねこのようにタッチするとホームに戻ることができます。いよいよねミーバンド7にも AOD が入ってきました。次にですね、血中酸素のことについてお伝えしたいと思います。この白いアイコンの部分になりますが、ここをタップしますと SpO2 の計測ができるようになっています。今回からこのミースマートバンド7に関しましては24時間のモニタリングに対応しました。ついにこちらも対応してきました。嬉しいですね。では測ってみたいと思います。測定中と出ています。かっこいいですね、このアイコンも。
早いですね。もう終わりました。96% と出ていまして、心拍もね、同時に87と出ていて、安静時になりますのでね、結構いい数字が出たと思います。では続けてワークアウトの部分も見ていきたいと思います。一番上からですね、屋外ランニング、トレッドミル、そして屋外サイクリング、屋内サイクリング、ウォーキング、そしてインドアウォーキング、そしてスイミングですね、ローイングですね、エリプティカルですね、縄跳びになりますね、ヨガ、ダンスというふうに続いていきます。それでこういったワークアウトなんですが、さらにですね、追加した場合はこのオールワークアウトってありますが、全ての運動をここで調整し変更することもできるようになっています。いろんなジャンルごとに分かれてるみたいですね。たくさん入っています。また天気の部分もありますし、ミュージックですね、音楽再生コントロールにも対応しています。Android、iPhone 問わず使うことができます。またアラームの機能もありますね。アラームに関しましては本体でアラームのセットをすることができます。そしてなんとですね、スマートウェイクっていうのがありました。この機能はアラーム時刻の10分前から睡眠サイクルの中で理想的な起床時刻を見つけてくれるものとなっています。そして一番下にセッティング、そしてモアっていうのがありますね。モアの方を見てみたいと思いますが、フラッシュライト、懐中電灯ですね。はい。こんな感じで表示されます。AMOLEDディスプレイの一番最大の表示領域になります。大きいですね。そして幅がやっぱり広がったなっていうのもすごくわかります。左がファーウェイバンド7になります。こちらがミーバンド7になりますけど、こう見ると幅に関しましてはやっぱりファーウェイバンド7の方がやや幅広になっています。そして縦に関しましてはミーバンド7の方が長くなってますね。これ見るとね、はっきりわかりますね。そして横から見た感じ、この下から見た感じですね。こんな感じで表示されています。あとは女性の健康の部分、また呼吸の整える部分ですね。マインドフルネスなどの機能になります。加えてですね、ストップウォッチ機能をこうしてね、できますね。ラップタイムもこのように取ることができます。はい、ラップタイムは99までいきますので、合計で100までね記録を取ることができるってことになりますので、結構すごいですねこれね。そしてタイマーはデフォルトでこのようにセットされています。任意でまた調整することもできるようですね。このスマホを探す機能も昔からついている機能の一つですね。そして最後にポモドーロタイマーがついていました。デフォルトでは25分になっていましたね。また20分にしてセットすることもできます。20分間集中して何か仕事を行うとかできるようになりますね。というわけでざっとですけども、新しい機能を含めてこのミースマートバンド7の中身を見てきました。当然ながら外観がまず大きく変わったなという感じがします。やっぱり実際にね見てみますと幅広になったのが分かります。ミーバンドシリーズ今までよりも本当にわずかですけどもね 1.23 倍大きくなったな、幅が広がったなという感じがします。ですのでファーウェイバンド7と合わせてみますと結構ね幅の面では近づいた感じがしますので、こういった感じにね欲しかったなという方にとってはもしかしたらこれでも十分なのかなという感じもします。それで新しいですね、さっきのスマートアラームの機能もついてきましたし、このね火星のスーパー神々にも対応して動的にアニメーションに見せてくれるっていうのはすごくかっこいいなと思いますし、さらにこの AOD ですね、新しく Always On Display に対応したこともすごく良かったなと思います。これからですねしばらく使ってみて、ワークアウトもそうですけどもいろんな機能まだまだ触りきれていませんので、これからしばらく使ってみてまたレビューの方を行ってみたいと思います。この後もねいろんな関連動画出していきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ではこの動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録お願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。